はいどうも皆さんこんにちは。今回は盧溝橋事件についてお話ししていきます。盧溝橋事件というのは北京の南西部にある盧溝橋の近くで起きた事件です。この事件がきっかけとなり日中戦争が始まり、以後日本は泥沼の戦争に突入していきます。そんな盧溝橋事件とは一体どのような事件だったのか、この動画で確認していきましょう。満州事変により満州国が成立した後、日本の現地軍である関東軍と支那駐屯軍は華北分離工作を行っていきました。しかしこのように南に進もうとする方針は現地軍の方針です。この時の陸軍中央は、今は南側に構っている場合ではない、ソ連との戦いに備えるべきだと考えて北を守る方針をとっていました。そこで陸軍は南側のことは支那駐屯軍に任せ、関東軍は南側ではなく北側の警戒をするように命令します。こうして関東軍が抜けた分の兵力を補うために支那駐屯軍の兵力を増強したのです。となると新しく出てくる問題が、この増えた軍隊をどこに置くのかという問題でした。結論から言うと、こうして増えた軍隊は現在の北京の西側にある宝台という場所に配置されます。ところが宝台には演習に適した場所がなく、演習を行うとなると近くにある川のあたりまで出て行って盧溝橋付近で演習をしなければいけませんでした。しかしそのすぐ近くには中国軍が常駐していたため、日本軍が演習をするたびに現地では緊張が走っていたのです。こうして中国軍は日本軍を警戒して川の堤防に陣地を構築していきました。このような環境で日本軍が普段通り演習を行っていると、銃声が響き渡ります。銃弾が飛んできた方向を見てみると、中国軍が陣地を構築していた堤防あたりでした。日本軍はすぐに集合し点呼を行いましたが、なんと一人の兵士が行方不明となっています。これはまずい。そう考えた日本軍はすぐに上司である牟田口連也に報告しました。中国側陣地方面から実弾が撃たれ、一人が行方不明です。盧溝橋へ出動してください。そのように伝えたのです。これを受けて牟田口連也は、近くの山を占領して戦闘隊形を取れ、その上で中国軍と交渉し調査謝罪を要求しろと指示しました。さてこうなると大変です。この頃には行方不明の兵士は発見されましたが、ここで事件は終わりません。なぜなら以前中国兵が日本兵を殴るという小競り合いが発生しており、その際に武士道精神にのっとって武装解除はしないでやると温情をかけたら、後から中国軍が日本軍が武装解除をしなかったのは中国軍が怖かったからだと宣伝して回ったという経験があります。もしもここで交渉を打ち切ってみろ、今度は実弾射撃をすれば日本軍は演習をやめて逃げていくと宣伝されるだろう。そんなことは許さない。ここは断固として調査と謝罪を要求する、そう考えます。こうして中国側の城に調査団を派遣。中国側からは場外には兵を配置していないという回答がありましたが、2度目の銃声が聞こえます。これを受けて日本軍が攻撃したいがよろしいかと電話したところ、牟田口連也はやってよろしいと回答。こうして日本軍は前進を開始。対する中国軍は静止を試みましたが、日本軍が止まらなかったため攻撃を開始。戦闘が始まると日本軍はすぐに堤防一帯を占領し、城内の中国軍を武装解除。中国側に謝罪と責任者の処罰を求めました。最初に発砲したのが誰かについては、日本軍の自作自演、中国軍の誤認発砲、中国共産党の計画的行動など諸説ありますが、真相は今も不明です。何はともあれ、このようにして北京郊外で武力衝突が起こりました。こうして勃発した盧溝橋事件ですが、その知らせを聞いた石原幹事は不拡大の方針を示しました。冒頭でお話しした今は南側に構っている場合ではない、ソ連との戦いに備えるべきだという考えの筆頭に立っているのがこの石原幹事だったのです。しかしこれに反対したのが武藤明です。彼は中国は全面戦争を狙っている可能性もある、武力で対処するしかない、今こそ中国の抗日運動をやめさせるチャンスだ、増援を派遣し一撃を加えようという意見だったのです。こうして武藤明は軍勢派遣案を作成。これが参謀本部で審議されます。その派遣案というのは、関東軍から2個旅団、朝鮮軍から1個師団、内地から3個師団を派遣するというものでした。当然石原幹事はこの派遣案に反対しましたが、次第に反対することはできなくなってきます。なぜなら当時現地にいた日本側の兵力と
中国側の兵力には大きな差があり、このままでは現地に駐屯している日本兵と現地に住んでいる日本人が危険な状況だったのです。しかも事件発生を受けて中国側は軍勢を派遣しており、放っておくと兵力差はどんどん開いてしまいます。このような状況を見て石原幹事も、現地の日本人の安全を確保するためには仕方がないという理由から軍勢派遣案に同意しました。さて、こうなると次は政府です。当時の総理大臣は近衛文麿。彼も当初は外交的解決を目指すと言って不拡大の方針を取っていましたが、もしも中国が挑発してきたら断固とした措置を取るという考えも持っていました。そのため陸軍が派兵を決定すると派兵賛成に傾いていき、内地三個師団の動員は状況によると留保をつけて関東軍朝鮮軍の派遣を承認します。こうして日本政府は今回の事件は中国側の計画的な行動である、重大決意をもって派兵を決定したという声明を発表したのです。この日本政府が発表した声明に対し、中国側の代表である蒋介石は軍政府の首脳を集めて会議を開催、日本側の挑発には断固応じないというスタンスを表明し、日本への応戦準備はまだ十分ではない、しかしもはや応戦せざるを得ないという方針を発表しました。日本と中国の両政府ともに不拡大を希望しながらも、挑発には断固応戦するというスタンスを取ったため、事態はどんどん悪化していきます。このような動きを経て陸軍中央では武藤明が中国への要求をまとめ、責任者は謝罪しろ、現地軍指揮官をクビにしろ、もしも中国側が誠意ある回答をしなければ軍を送り込んで懲らしめるといった厳しい内容の要求を考えましたが、石原幹事はまたもこれに反対。今中国と戦争になれば行くところまで行く、そうなると長期にわたる持久戦となり底なし沼にはまってしまう、そのように主張しました。しかし陸軍中央の多くの軍人たちは武藤明の意見に同調しました。中国は一つにまとまっているように見えるが、まだ分裂状態にある。大軍を送り込んで一撃を加えれば中国は屈服するだろう。今は華北地域を日本の勢力下に入れる絶好の機会であるという考えを持っていたのです。結局石原は時間が経てば経つほど中国軍が有利になると考えて、折れる形で対処案に同意しました。ではこのような動きを受けて中国側の現地軍はどうしたかというと、なんと日本側の要求を大部分受け入れて謝罪し、停戦協定に調印しました。現地の日中両軍の間では停戦協定が成立していたのです。ところが蒋介石ら国民政府は、現地協定は中央政府の承認が必要だ、現地軍が結んだ停戦協定は認められない、ちゃんと両国の政府の間で外交交渉をすべきだと主張します。こうなると日本も引けません。陸軍はついに内地から三個師団の軍勢派遣を決定し、一触即発の事態に発展しました。さらに中国の現地軍も強硬姿勢を取るようになり、ついに日中両軍が激突。ここに至り日本は軍勢を派遣し、北京天津地方の中国軍を懲らしめて同地方の安定を図るべしとの命令を下しました。こうして日中戦争が始まったのです。さていかがだったでしょうか。このように日本と中国は共に戦争不拡大の方針を取りながらも日中戦争が始まりました。この中国北部での戦いが飛び火して、中国中部でも戦いが起こります。ということで次の動画では第2次上海事変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。